おはこんばんは。セイゴンブレンで、今日はあることをねについて話したいと思ってます。でもその前に忘れないうちにチャンネル登録の方と、もし面白いと思ったら高評価の方とか押してってください。お願いします。ってことで、じゃあ早速その話題について話していきたいと思うんですけど、その話題っていうのがよく質問を受けることだけど、結構受けるよね。毎回なんか2人すごく仲良しだけど喧嘩しないのっていう質問よく来るんだけど、来るね。うんね、結論から言うと喧嘩はするね。するよ。もちろん、うん、もちろんします。でもその喧嘩もなんかいろんな喧嘩があるよ、なんかもう本当にレベルがいろいろある。なんかもうどうでもいい喧嘩から結構シリアスな喧嘩までいっぱいあるんだけど、最初バカな喧嘩から話すどうでもいい喧嘩今までしたことある中でどうでもいい喧嘩っていうのがもう結構ね動画とかでも言ってるけど、なんか朝起きてじゃんけんしたりとか、お風呂どっちが先に入るっていう喧嘩、ブレンは平日仕事をしてるから朝先に入ってくれる、だからなんか、休日はなんかほらセイゴは先に入って平日毎日先に入ってるから今日だけ入ってくれないのでも俺はでも先に入りたくない、そう眠いしそう先に入りたくないっていうようなバカな 0.5、ポイントの喧嘩30分ぐらいやって30分ぐらいやるね。結局誰かが入るみたいなって感じが一番それもう喧嘩って言えないぐらい、ただ遊びみたいな感じだね。なんか最近そんな大きい喧嘩はしてないからね、昔だったらなんかちゃんと連絡してくれないとか、LINE とかのやり取りだね。ちゃんと考え方を理解してくれないとか、最初の方とかの話をすると、なんかその自分なんかメッセージとかあんまし LINE とかすぐに返したりとかしないタイプだったから、なんかブレンがメッセージを送ってきてもなんか見てOK で、なんかその OK を返事しないで、もう自分の中でもう OK だからなんか返事しないっていうのが結構あったんだよね。でなんかちゃんとなんかそのブレンとコミュニケーション取ることが昔はできてなかったから、それが原因で喧嘩するってことはあったね。毎回言うじゃん、なんで言っても OK って言ってくれても結局連絡してくれないのってなってたね。今はもうちょっとそう、今は違う、ほとんどなくなった、でもなんかその時もね、俺もなんか言い返したじゃん。でもなんか俺なんか連絡とかすごく苦手だからなんか返事しないんだよね、とか言って、でもなんかでもしてよ、でもできない、してできないで喧嘩になったよね。あとはでも一回さ、結構前の動画でここら辺にあげとくけど、なんかそのほら国際カップルがゆえの喧嘩みたいな動画作ったじゃん、なんか日本 VS アメリカみたいなやつで、それでもあったんだけど、やっぱり昔、今はないけど昔は結構文化の違いとか、あと日本のその制度の問題が原因で喧嘩したってことはよくあったね。そうだね、仕事とかね。そう、俺が仕事日本でしてた時になんかその残業が原因だったりとか、自分まだ下の立場だったから上の人にも言えなくて、なんかその残業したくないとも言えるけどね、権利があるから言わなかった。そう言えるけど怖くて言えないし、やっぱりなんかもう社会の一員としてなんかもうはいはいみたいな感じで生活してたから、ちょっと考え方変わってきたけど、でもそれね、だから俺はなんかブレンはなんでなんかそのほら残業しないって言えないのとか、なんで有給取りたいとかって言えないのって、それは当たり前の権利じゃん、こっちの働いてる、本当はねブレンの言ってること 100% 正しいんだけど、なんか俺はなんか日本で生活してて、なんかもう日本のそのなんていうの、言いたくても言えない、なんかもう社会がそういう風になっちゃってたから気軽に言えないって感じだったから、なんかそれをブレンに言ってたよね。でも日本はこうだから、日本はこれだから仕方がない、日本はなんか残業とかあるからしょうがないとか今思うと考えられないけど、そういうことをブレンに言って、でなんかもう本当に真逆じゃん意見が、そこに関しては昔はね、だからなんかそれですっごい喧嘩したってことは正直あったね。あの時もね、なんか休みがバラバラ、西洋の休みがバラバラで、自分も大学生で休みがね合わない時が多かった、でなんかそれで喧嘩したり、しかもなんか普通の仕事の日も西洋は朝10時ぐらい家出て帰ってくるのも10時、そう、ね、夜の10時くらいだったから、もう本当に時間なくて、だから
休みも合わない時は最悪だったね、もうそうなんかでももうそういうめっちゃ大きい喧嘩はうん最近してないね。だっしててないね。するなんか原因がないもう今はそう本当にもう仕事のことでしか日本でも喧嘩はあんましてなかったと思うし、あとその喧嘩っていうかな、そのお金のお互い、使い方とか、なんかお金をこれを貯金しとく、これはなんか使ってもいいとか、そういうところの細かいところとかでなんか今月使いすぎたとか、なんかそういうところで喧嘩っていうかちょっと意見をお互い言い合ったりとかしてるね。そういうところのちょっとした言い合いはあるけど、昔ほどの大きいのはないね、もうなんかもうボーンみたいな。2人に信頼したり、ちょっと2人の性格になれた、でなんか、ね、こういう時を聖子はこう思うんだろうなとかって分かってきたと思うし、なんかやっぱりブレンと自分すっごい似てるところも多くてあるんだけど、もう 100% やっぱり完璧じゃないじゃん、なんか一緒じゃないじゃん、だからもう本当に、例えを挙げるならその仕事の面とかでもやっぱり考え方がやっぱりね、昨日も話したけど、なんかもう本当に180度全く違うとかもあるわけじゃん、でなんかそれをだからなんかお互い諦めるとかじゃなくて、それをなんかじゃあこっちは 50% 譲るからこっち 50% 譲ってみたいな感じで、なんかお互いのなんかそのちょうどいい間を見つけるっていうのができるようになったね。自分たちの場合はね、喧嘩をすればするほどなんか相手のことを知れて、なんかもっと近くなれるっていう感じがするから、なんか日本のことわざで喧嘩するほど仲がいいとかあるけど、でもそんな気はするかなっていう感じ。なんか自分の喧嘩すると汚い部分が出てくるじゃん、なんかそのなんか欲とかなんかもう、自分の醜い部分とかも出てきて、それを相手にさらすわけだから、なんかそれを知った上ででも相手がまだ好きっていうことをなんかね、認め合えるから、すごく、信頼関係ができるよね。でもなんかその喧嘩してる最中はいつもすごく辛いけど、した後もうなんか解決どうすればいいとか2人で話して解決方法決めて、でなんか仲直りとかギュッギュッとかした後はすごくスッキリする、いつも。そうね、それはそうでもっとなんかもっと頑張れるとか、もう好きってねリセットだよね、いいなんかまた愛を確認するためのいいリセットになってるような感じがするから、喧嘩は本当に嫌だけどさ、でもなんか喧嘩するから、なんかそこからまたじゃあまたここから信頼していこうとか、じゃあまたここからリセット気持ちを切り替えて、じゃあ次の目標に向かっていこうとか、なんか新たなスタートが切れるいい節目になってるかなと思うね。なんか喧嘩しないカップルっていうのが、自分たちの場合だと想像できないって感じだよね。みんなね、喧嘩絶対すると思うんだよね。でもなんかほら俺ら、動画的に結構ポジティブっていうかさ、喧嘩してる動画を出してないから、みんな多分ちょっとね、でもね当たり前になってなんか今喧嘩する、ちょっと待って動画つけようみたいな動画撮ろうかみたいな。そうね、だから俺らもこれからもね、また喧嘩はすると思うけど、その度にしっかり話して、問題解決していければいいのかな、これからも。そうねって思います、負けずに本当に言った方がいいと思う、自分の意見はね。言わないで全部ただ考えて悩んで、でも出さないっていうのは一番ストレスにもなるし、いつか爆発した時はやばいから、もう全部こまめに言った方がいいと思う。言った方がいいと思うなんかもう自分もこの間ね、ブレイにもう全部思ってることさ言った時があったじゃん、言っても今ね、もう今心が空になってるから、なんかちょっとずつ溜まるじゃん絶対いつか、なんかこれが嫌だとか。でもそれを吐き出すことでもう心が今空になるから、なんかもう今すっからかん、相手の意見もね聞いてあげることももちろん大事だからね、話すプラス相手の意見もしっかりと聞くっていうのが大事になってくるかな、って思いますということで今日の動画はここまでです。じゃあもしね、最初にも言ったけどチャンネル登録と高評価をしてください。もししてなかったらと SNS とショールームのフォローと、全部概要欄に載せてあるので下の方チェックしてください。ね、久々の家で撮影だからね、なんか面白いね、いつも最近外ばっかり行ってるからさ、なんか
いいね、たまにはこういうのもたまには昔こればっかりやってた。そうだよね。でも今出かけて動画撮るのが好きだし、まあ楽しいね、みんなにも外の風景で見せられるから、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。